これの見方なんですけど、はい。はっきり言って記号なんですよ、アルファベットの。うん。はい。で、この左側のレイヤーってありますよね、ここ。はい。はい。レイヤー。で、まず1と2と3っていう、この3つに分かれてます。はい。で、順番が丸1からなんですね。はい。えで、この丸1責任主体っていうことで、はい。ここはですね、4つに分かれてます。まず最初は測量。はい。これが S なんですね、頭文字。はい。はい。はい。次、設計。これが D になります。はい。で、次、施工。これは C です。で、最後が維持管理。M ではい。すね。はい。はい。図面のオブジェクト。要は、その図面のどの部分の図形なのかっていうことです。うん。うん。要は TTL っていうのは外枠、要は外の四角形の枠とか、はい。あとはですね、表題欄、ここはい。タイトル枠っていう表現してるんではい。すけど、はい。表題欄とかですね、その表題欄の中の区切り線とか形線、線ですね。はい。それが、表題欄がフレームで、その中の線がラインで、その中の文字が TXT でっていう感じで。ああ。はい。で、あと、このバンドっていうのは、10段図の場合ですね。10段図の帯になります。これうがバンん。ド、TTL のバンド。っていうことで、例えば、表題欄だとすると、C-TTL- フレーム、FRAM っていう、うこのん。並びになるんです。こういう感じで。はい。全部こう並んでいくんですね。はい。だからちょっと長いんですよ。ああ。はい。で、あと、この BGD ってなると、現況の地物、要は、今の現在の、あれですね、図形はい。ですよね。はい。なので、これは BGD になって、で、等高線だと HICN でしょ。で、あと、ここで言うと、色の中はテキストは、文字列はもう共通です、この辺は。ああ。文字はもう TXT、テキストで、旗揚げ、要はバルーンは H テキスト。はい。あと、寸法は DIM。寸はい。法は DIM です。これもはい。共通です。他のはい。やつ。ね。で、あと BMK、要は基準線ですね、こっちは。うん。基準線。はい。なので BMK。で、あと STL。これがもう周構造物。これがメインになります。うん。はい。で、周構造物の寸法は STL-DIM。STR-DIM。で、文字列は STR-TXT になります。うん。はい。で、この場合、色も指定されてるんですね。STR は赤で書きなさい。はい。一番重要なので。たはい。だし、それに付属する寸法線とか文字は白にしなさい。うこういうふうん。に色まで指定されてるんですよ。うはい。ん。ということで、これ、やりながら覚えるっていう格好になるんですけど、はい。特に STR の場合は、この構造物によって全然違うんです。橋とか飛んでるとかですね、あとはい。森の切りとか、そういう感じで、あの、なんつうの、この STR に後ろにこう番号がついて、あと色もこう違ってるっていう感じうなので、ん。これ全部覚えるのは大変なんですけど、はい。教科書では、この記号を使いながら作図していく。うん。なので、もう、ある意味、数をやっていくと自然ともう出てくるのも決まってくるので、はい。はいはい。ほとんどはあれですよ。この辺で言うと、当然枠あるの TTL ありますよね。で、あと、はい。元凶は BGD なんで。で、基準線は、道路で言うと中心線ですよね。うん。うん。であれば BMK になるし、あと周構造物、これから書く設計図は STR になる。こんなうもんですよ。ん。うんううんうんん。この辺4つ5つぐらい覚えていけばいいですし、あと最後の、DIM とテキストと H テキスト、この3種類はもう共通なんで、共通っていうのうん。うはこの ん。BMK も STR もみんなうん。同じなんです、ここは。はい。はい。はい。なので、寸法っていうのは寸法だけじゃなくて、
要はどこのオブジェクトに属する寸法なのかっていうふうに捉えてああ、はいはい。ね。はい。ということで、これ、ちょっと教科書をやりながら分かんないときにはこう参考にしていただきたいと思います。はい。